これ増田に今日おすすめストリッパーです。レールとか配管にくっついて忘れられてるこれがあるんですよね。結構ね硬い時も塗りたくって。今までスチールってやっぱこういうの入ってるからある程度こう出して入れて出して入れてだったんで、この両手でずっと押し続けるのができないんですよ。お疲れ様です。お疲れ様です。この前はいろいろな企画にご協力いただいてありがとうございました。にぎわい市ぶりなんですけど、はい、今日も出店されてるということで、はい、今日はどのようなものを。そうですね、今回も、はい、伝説工具関係でやはり電気工事屋さんを主体に使いになっていただける工具を一応出品させていただいております。どれも人気あると思うんですけど、今日これ人気あったよみたいなあります？今日昨日と。まずはですね、今回の一押し商品ということで、はい、新商品でありますこちらのですね、ナノ18、こちらの方を大々的に PR させていただいております。そこでお客さんの方もやはりこちらの商品を目当てにお立ち寄りいただいております。電気屋さんの中でどのような方が多いですか？こちらの工具はやはりサイズ的にですね、やはり制御関係のお客さんが多くてですね、中にはですね、電気工事現場でお使いになれるということでご購入いただけるお客さんもいらっしゃいます。番屋さんであったり、電気工事屋さんということですね。いやすごいな。この前僕もね、これですかね、確か買いました。こちらのありがとうございます。これさえ買ってしまったらこの先がねいっぱいあるんですよね。そうですね、アタッチメントをいろいろカッターとかですね、あとパンチャーとかですね、あとこういったレースウェイカッターとか、他に圧縮とかも圧縮機も使用できます。そうです。だから皆さん圧着機ってね結構高価な買い物にはなると思うので、これがどれに対応してるかとかね大事ですよね。そうですね。あとはお間違いないように一応選定していただいてもらって、現場でお使いいただくとですね、もう本体が1台でいろんな機能で使用できますので、現場作業の効率化につながるかと考えております。僕が思う展示会のメリットは、今正直ネットでも簡単に買えるじゃないですか。でもこうやって専門の販売員さんの方に僕こんな工事する、ほんならこれも使える、こっちにした方がいいよみたいなのを教えてもらって間違いなく買えると思うんですよね。そこがいいとこですよね。そうですね。展示会の実際お客さんの方からですね、いろんな取り扱い方法とかですね、あと使用関係、そういったお問い合わせありますので、実際こういった今おっしゃられた通り商品を見て触っていただいて説明することによって、この商品の良さというか、作業性というか、そういったのをしっかりと見ていただけますので、そういったところでこういった展示してやるのもいい機会かなと考えております。もう熟知してはるんですかね。そこまでないですけど、そこそこにはですね。ちょっとこっちも見ていいですか？はい、どうぞ。これがいわゆる手工具。そうですね、こちらの方がもう手動工具ということになってきます。でこちらの方はサイズが小さいですね、工具になってきますけど、これはアースですか？こちらは外線用の工具でですね、配電工事等に使用されている圧縮工具になってきます。使ったことないですね。こちらの方はもう内線用の普通の圧着端子、1252558までの圧着工具のやつです。1個でかい版ですね。こちらが14スケまで使える工具ですね。でもハンドじゃないとね入らないとことかもあるんで、ハンドはハンドでいりますよね。いります。こうちっちゃいのとかね。こちらの方はもう先ほどの電動工具と同じように制御関係とかですね。クリッパー。絶縁被覆付き。これは被覆付きです。これって間違えることがないってやつですか？そうですね。これも専用の専用のやつですよね。サイズ 1.25 ということで。表と裏とね、押そうと思ったらどっちも押せるんやけど、確かこれ被覆用ですから、もうサイズもワンサイズに限られてますので。だから今泉さんのこれじゃないとあかんって指定されたりすることがあるんですよ。どっち側でもね入れようと思ったら入れれるんで。そうですね。リンスリ、これはリングスリーブ用です。何でもやってはるんですね。油圧、これが60までいけるってことですか？これは60までですね。60まで。でそれが圧縮ですね。圧縮ですね。T 型コネクター用です。これが圧着の150まで。だいぶ大きいのまでいけますね。これコンパクトでいいですね。ノックパンですよね。ノックパンです。これいいわ。黒でかっこいいしね。これまた別ですか？ホース式。でこちらがもう従来からあるですね、ホース付きのノックアウトパンチですね。ちょっとやりにくいとことかね、これじゃ入らんときは狭い場所とかはやはりホースがやっぱ必要になってきますので。電動ある。でこちらが画期的なやはりバッテリー式の電動式のパンチャーです。これは今はないんですかね？棒は。もう棒はちょっと不要です。
これカチャ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 結構疲れるんで、何発もあるときはこれやったらめっちゃ便利ですって感じですね。すいません、急遽ありがとうございました。でマクセル泉さんといえば圧着などいろいろ作られてると思うんですけども、僕らやっぱ電気工事屋でも使ってる方多いです。このから、またどういう、開発をしていくとか、どんな感じでやっていくっていうんですかね、っていうのをちょっと職人よく見てるんで、お聞かせいただければなと思います。まずは各使っていただくお客さんの要求要望に、まずは応えられる製品の開発に、まずは着手して進めていきたいと考えております。はい、ありがとうございます。また面白い商品が出たら教えてください。今後ともすみません。お願いいたします。ありがとうございました。滝源さんのブースに来ました。滝源さんといえばね、僕ら板工事などをするときに滝源さんの鍵を使用することが多いんですけども、これ板用の部品とかも作られてるんですね。タックね。これからタックっていう鍵に変わっていくということで、いろんな鍵がありますね。マスターキーとかもあると。次はマーベルさんのブースに遊びに来ました。僕ら電気工事士はいろんな道具使わせていただいてるんで、僕も楽しみなメーカーさんの一つなんで、深谷さんです。よろしくお願いします。新商品とかおすすめの商品を紹介していただきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。順番にさせてもらってもよろしいですか。はい、持ってますこれ。本当ですよ。ありがとうございます。昨年新製品で出させていただきました MVA の 5A という VA 線ストリッパーになっております。こちらの製品なんですけれど、弊社には今までラインナップこれの他に2種類ございました。この製品はパーツを全て日本製に完全メイドインジャパンの製品にすることで、部品の精度をすごい上げてる製品になります。今までの製品だったらここにダイヤルがついていて高さ調整が必要だったり、刃の取り付けすごいシビアだったりしていたことがあったんですけれど、この製品部品の精度が良くなりましたので、電線に対しての調整っていうのが一切不要になり、そうですよね。使ってて、2ミリ3芯でも2ミリ2芯でも一緒にバチバチ抜けます。そうですね。貝刃の交換っていうのも今までに比べたら非常に簡単な製品になっております。調整がいらない。そうですね。2ミリ3芯に合わしといてとかやりながらね、お客さんによっては修理にされるお客さんもいらっしゃるぐらい難しかったんですけれど、この製品そういう調整が極限までなくなってますので、簡単に使用していただける製品になってるかと思います。結構品切れになるぐらい人気あるんですね。そうですね。おかげさまで。去年のジャンボで買ったんですよこれ。そうなんですね。ありがとうございます。紹介していただいて、これ増田2期おすすめストリッパーです。めちゃめちゃ使いやすいです。
噛むことがないですよね。そうですね結構このタイプって何百回に1回こう噛んでしまうことがあるんですけど、そのミスが少ないと思います。かっこいいですしね。ありがとうございます。次がこちら電光レベル、新しいタイプ出させていただきました。クリスタルレベルのライトという製品になっています。こちらの製品です。今まで弊社のラインナップの中でベストセラーとなっていたこちらのクリスタルレベルというタイプ、結構皆さんお持ちいただいててありがたいことにいっぱい販売させていただきました。ただこの製品弱点がいくつかありまして、落としたら欠ける、割れる、すごい弱点にはなっていたんですけれど、この製品持っていただいたら分かるんですけど、中空になってます。中身が空洞になってるんですね。ここはもう樹脂というか入ってないってことですね。はい、アクリル樹脂製なんですけれど、中身が詰まってる分落としたら欠けてしまったりってことがあったんですが、この商品落下に対して非常に強くなっています。割れるっていう弱点を解消させていただいております。サイズ的にも特徴がありまして、こういうのを作らせてもらってるんですけれど、今までこれ実規格のサイズで作らせてもらってる穴なんですけど、最高の寸法というか、そうですね、実規格通りにこれ作らせてもらってました。このまま置いてこれを毛がくと若干大きく毛がいてしまうっていうことがありました。新人さんとかには僕には毛がいたらうちで毛がけようって言ってましたね。はい、内側を切断するように、ちょっと残しぐらいで墨を、この製品については当てていただいた通りに毛がいたらですね、鉛筆の太さ分サイズ小さくさせてもらってます。毛がいた通りの穴の線の通り切っていただいたら1サイズの穴が開く作りになってますので、すごく助かります。ありがとうございます。ですので非常に使いやすい製品になっているかと思います。落下防止穴っていうのも今までなかったんですけれど、よく紛失されるお客様いらっしゃいますので、落下防止穴もこういう風に付けさせて現場もらってます。のレールとか配管にくっついて忘れられてるこれがあるんですよね。そうですね誰か忘れてるわみたいな、よくねあるあるで、はい、磁石も今までは下の面しかこういう風につかなかったんですけれど、この製品背中の面でもこういう風につけていただけるようになってますので、ちょっと短いですけどエアコンの設置とかにもそうですね、ベースの時、そうですね、つけていただけるようになってます。だいぶ改良されたというか、そうですね、今までね販売して長いことになってますんで、いろんなご意見いただいてましたんで改良させてこの度出させていただきました。ありがとうございます。はい、次にですね、今回初お披露目になってます。僕も初めて見た。あ、本当ですか。はい、このタイプですね。僕たちこれが多いんですけど、今回なんか変わられたということですか。そうですね、この C の3004っていう今までの従来の製品なんですけれど、この製品長くご愛顧いただいてますが、拭いて時間が経つとペタペタしてくるというか、ちょっとヌルヌルして粘度がちょっと出てくるんですね。好みの問題にはなってくるかと思うんですが、こちらの製品はその粘度が非常に低いかつ滑りやすいシリコンに変更させてもらってます。長持ちするっていうことです。一応名前はドライタイプっていうケーブルスライダー。ベタベタしない。そう C の2022という品番でドライタイプって出してもらってるんですけれど、拭いた後入線される時に拭いていただいたら、これに比べてサラサラ、手触りがサラサラで乾いたような感触。結構ね、硬い時も塗りたくって末端側の人がベタベタになって滑るみたいなことがあるあるで、これでしたら塗りすぎた場合、言ったら粘度がありますんで、塗りすぎてるのかどうか分からへんでそのまま入れてしまったりとかあると思うんですけど、これは粘度が低い分塗りすぎてしまったらすぐ垂れてくるんですね。すぐ分かりますので、すぐ拭いていただけるっていう製品になってますんで、ご視聴いただいてますか。そうですね、2タイプで展開させていただこうと思ってます。かっこいい。これ僕ら配管とかするんですけど、結構長い配管の時は線入れる前につなぎでいくんで先に塗ったりもするんですけど、そうなんですね。先に乳製品仕込んでおくんでサラサラするタイプの方がいいかなと思います。ありがとうございます。ぜひご使用ください。次がですね、このバッグなんですけれど、腰袋が必要ない現場っていうのがあると思うんですね。仕上げの現場だったりとか、そういう現場にですね、腰袋に下げてるものを入れて持っていただくっていうことをコンセプトにこの度開発したカバンになります。もう販売されてる。もうはい、この度販売させてもらってます。このカバンですね、持っていただいたら結構小さいサイズ感。そうですね、コンパクト、はい、ちょうど現場に歩くにはちょうどいいぐらいかな。ちょうどですね、腰袋を背中同士合わせたらこれぐらいの大きさになるかなっていうので、ですからちょっと顔とかも若干腰袋の匂いが残ってる。そうですね、そうだ、こことかそうですね。そう腰についてるものを入れて持っていただけるというコンセプトです。収納箇所がこのサイズで29箇所ございます。今までの弊社製品に比べてもかなり多い収納箇所になってまして、29はもう余るぐらいありますね。そうですね、余るぐらいの。でもさせるっていうか、はい、そこの場所だったりしたらロングタイプのドライバーがすっぽり入ったり、あんまりこのサイズ感でロングのドライバー入るっていうのはないと思います。ここはペンインパクトさせていただくスペースになってます。ちょっと大きめにして、はい、このスペースですね。ありがとうございます。まさにそこかなと思ってたんですけどぴったり。
はい、結構収納に困ってる方いっぱいいらっしゃいましたので、このタイプ直すの結構どれにしようかなと悩むところで、はい、すっぽり入れていただけるように、こういうポケットありまして、反対側も筆記用具だとか検電器とかをつけていただけるバンドをご用意してます。で下に受けもあるってそうそう、受けもあってですね、先端がここを突き抜けてどうのっていうトラブルを防ぐように受けもつけさせてもらってます。差し金とかも良さそうですね、この商品一番ご評価いただいているのが外側のポケットの下の部分、二重の縫製にさせていただいております。一周ぐるっと二重の縫製になってるんですね。結構先端工具入れるとやっぱりここからダメになってそうなんです。バッグ自体が生きてるのにポケットがダメになるっていうことが結構あるというご意見をいただいてます。今回この二重の縫製をつけさせていただくことで一度ご購入いただいたら長く使っていただけるように工夫しております。別売なんですがショルダーのベルトも出させてもらってますんで、こちらも合わせてご使用いただければと思います。缶とこっちの缶で斜めにいって斜めにつけていただく。これはでもぜひセットでそうですね、サイズ感がかなり小さいのでちょっとこちらでも調査とかいろいろした限り必ずしも皆さんベルトつけられるかなというところがありましたので、あえて別売他のものにも使っていただけますので、そうですね、自由度の高い別売という形にさせてもらいます。これだから配線器具とか仕上げ工事の時にコンセントとかスイッチここ入れてこれで回れますので、そうですね、だちょうどといいサイズ。ベルトがあるとここの位置で止めれるんで、ああ、なるほど、いけたりもできそうですね。ありがとうございます。テスターとかでも入りそうですもんね。そうですね、仕上げようという感じで重宝しそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。電工さんの仕上げ用というのを特化させてもらいました。次がですね、変わったもの、今まで電気業界にはなかったものということで出させてもらってます。次がですね、変わったもの、今まで電気業界にはなかったものということで出させてもらってます。こういうキャッチャーって結構使われてるお客様、このサイズのキャッチャーですね、いらっしゃると思うんですけれど、これに対するこれすごい。そう何ですかホルダーっていうのを作らさせてもらいました。このタイプ腰袋とかに入れると落ちるんですよ。そうなんです落ちやすいんですよ。でで伸びたまま落ちて折れたりするあるあるがあったんですけど、結構そういうお声をいただいてましたんで、ホルダーをつけていただいて、収納箇所にもお客さん困ってらっしゃるということでしたので、ホルダーをつけていただいたら腰からこのように下げて、もうこれで収納になっている製品です。この製品ですね、伸びるコイル入りのベルトとワンタッチのバックルとマグネットのバックル3つでつながっているような製品になってるんですけれど、このようにしてここしっかり保持はされてるんですけれど、若干動きますんで、使いやすい位置に移動させてもらって、天井裏で脚立に登って使用していただいて、置き忘れることがないっていう、そうですね、製品の置き忘れ防止結構閉めた後にさあ忘れたっていうのは誰しもあるんで、あるあるとお聞きしてますんで、さらに天井裏でその続きの作業を何か別でされるときはマグネットですね、マグネットだけで止めといてっていう、止めといて仮止めしてこの状態で作業していただいて、脚立から降りた後ワンタッチのバックルをもうこのように閉じていただいたらこのまま移動していただけるっていう一石三鳥の製品になっております。これサイズは長さですか、細い竿を弊社のミニカーボンキャッチャーはじめ太さが 23mm から 27mm 系の細いキャッチャーですね。太いのもそれもうちょっと太いキャッチャーまでつけることができるという製品になってます。こちらも今まで伝説業界にはなかった製品かと、そうですねはいはい思います。なんか釣りとかでよく見かけるんですけど、まさしくアイデアはそういうマグネットとかも僕釣りするんですけど、あーもともと本当ですか、はい釣り具から始まってなんか最近こういうね僕らの業界にも浸透してきたって感じそうですね、私も釣りする人間でして、実は私があ担当させてもらいまして、まさしくおっしゃる通りですね、はい、他業界に限らずね、便利なものは使っていただけたらと思いますので、はい、隣り合わせが僕近しい業種だと思ってるんで、そうですね、バッグとかでも近いと思ってるんで、ご使用いただければと思います。キャッチャーホルダー、はい、ありがとうございます。これもいけるんですか？こちらはですね、ちょっと細すぎて厳しい。金属製のキャッチャーにはこちらの製品材質的に滑ってしまうので、あーはい、細さでダメっていうのもあるんですけれど、金属製の製品には使いいただけない製品になっじゃあてます。これ対応のやつにぜひ。このキャッチャーやっぱり結構使われてますか？最後のダ本当ですか？ウンライトの渡りとか、ちょっとした配線するときにはこっちの方が使いやすいので、わかりましたでこれがね、よう落ちるんですよ。あー腰袋で取ったら、これのホルダーもぜひ作ってください。わかりました。お願いします。ありがとうございます。参考にさせてもらいます。はい。あと気になる製品とかありますか？そうですね。こちらはですね、小型のポケットで出させていただきました。最大の特徴はそこの形。ちょっと楕円になってる。そう楕円になってますので、この後ろのベルト部分を腰袋のこういうベルトに巻いていただいて、そう通して装着していただくことが可能になってます。今まで結構丸型の製品使ってらっしゃり、そういうことで楕円になっているってことですね。体に当てた時にですね、邪魔にならないようになるほど、はいすごい楕円にさせていただいております。結構丸型だったらその部分だけ飛び出してしまって当たったりとそうですねかいうことが、はい、この形はでも新しいけど、これが理想かもしれないですね。そうです。ありがとうございます。
ます。さあこれ使えへん時はこっちのさっきのバッグにでもはい、この缶の形も取り外し可能なこういう缶の形になってますので、いろんなところにつけていただけるかなというのは思っております。ですね、これで仕上げ回ってる時にここにね、ゴミとか入れて一緒に使えそうなイメージがね湧いてきたんです。いい感じで組み合わせといて、ここにゴミをこう入れていって最後溶かすっていう感じで。そうですね、ありがとうございます。はい、これいいな。これはこちらはですね、はいトートバッグになってます。ダウンライトカッター入れてはないんですよ。何でも入れていただけることを意識してますので、特に指定のものはないんですが、例えば弊社製品だったら長いタイプのキャッチャーだとか、はい若干収納に困るような微妙な長さのものをちょうど入れていただける、デザインも緑と黒で締まってるような。可愛いですね。そうですね、上靴入れてちょうどいいです。現場の上靴入れて結構困るんですよ。そうなんですねでこれちょうど良さそうですね。ありがとうございます。軽いし。ちょっとね裏側に来たんですけども、僕たちがよく使うプリカカッターあったんでちょっと紹介していただきたいと思います。お願いします。はい、まず小さい方から説明させていただきます。こちら AL の35と言いましてプリカカッターになってます。今までプリカってやっぱりプリカナイフで切っていただいてたんプリで、カナイフめっちゃ時間かかるんですよ。はい、ですしちょっと危ないですよね。うんはい、でハサミで切るとコネクタ入りにくかったり結構ストレスが現場あるあるなんですけど、あったんですけど、あんまり専用品っていうのが市場にこれまでありませんでしたので、そうですねはい、新製品で出させていただいております。はい、この製品 NPL35 という製品でして、プリカカッター専用のカッターになっております。この製品ですね、最初この閉じた状態になっておりまして、ここにロックが効いてますので刃が開かなくて安全です。開く際はこのように外していただいて、このバーを下に引っ張っていただいたら刃が開くという構造になっております。こちら性能的にはプリカの外径 37mm のプリカまで切断可能となってます。今やと31。ですね、予備系で言ったら30ですね、プリカに対応しております。プリカチューブですね、防水プリカも、通常プリカも両方一発で切れると。はい、使用できるところです。実際に切っていただいていいですか。じゃあ、はい、なるべく垂直に入れていただけたら綺麗に切れますので。防水プリカーの場合はここ側だけねカッターでちょっとこう一瞬切れ目入れる手そうな間がんですね。はいあったんですけど、言うてる間にそうなんですよ。めっちゃ綺麗ほんでこれ。そういう手間も見えるかな。これだとコネクターの中に入れるネジがすんなり入りそうですね。そうですね。綺麗に切れるようになっなかてますで。なんかハサミとかで綺麗に切ったつもりでも入らんっていうことが多くて現場で困ってたんですけど、でもう一回来ていいですか。はい、このロックを開けていただいて、ちょっと開いていただいて、はい。もう一回行きます。で全然力いらないですねこれ。ほんまに軽く握っていくと言うてる間にパチッと切れる。これいいですね。ありがとうございます。最高です。大きい方もある。はい、大きい方も PL の55という製品ございまして、通常時ここに取っ手の開かないように、やっぱ開いたら結構大きいですので、はい取っ手の開かないようにロックがついてます。このロックをこのようにちょっと握りながら締めて緩める。締めていただくと、このように刃が開きます。はい刃もこの状態では開かないんですけれど、このようにおー取って開いていただいたらガチャッと刃がここでロッックが解除さはい、れてここでロックがが解除される形状になってます。はいぜひどうぞ。こっち大きいタイプは配管のサイズは配管のサイズはですね、こちら予備系50、 50まではい、通常のプリカも防水のプリカもどちらも対応しております。小さいのは予備系は30までですね。 30から50。はい。30と50になってます。これも全然力いらないですね。こういうのってなんか硬いイメージなんですけど全然同じ力加減でずーっとはい。刃がすごいいい刃ついてますんで。すごい綺麗やし、この断面わかるかな。これはでもプリカナイフでもここまで綺麗に切れないですよね。多分切れないと思いますね。バンドソーとかでも切るんですけど、はい刃が引っかかってこの内のやつがビッ中に出てきたりあーそう結局ぐちゃぐちゃになったりするんですけど、はい。これ失敗せえへんしいいですね。絶対こっちの方がいいですよ。ぜひもう60、70もでかいのも出してほしいですね。ありがとうございます結構ね、63が多いんですけど、個人的には。はい。63のコネクターとかちょっとミスったらもう入んないんで、感じで。はい。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。これうちの電気屋 YouTuber の吉田優も本気になってたんで、また会った時にご利用してください。またよろしくお願いします。プリカカッターの紹介でした。はい。ありがとうございます。最後こちら紹介させてもらおうと思ってました。手動の圧着工具になってます。はいこちらが60まで。 14から6。 14から60まで、はいこちらが14から150までのタイプになってます、こちらのタイプですね、実規格対応の製品になりまして、はいで特徴といたしましては、ここ仮押さえのためのレバーがついてますので、はい狭いところでもこういう風に片手で挟んでおけると。挟んでおけるという、えー挟んだ状態でこのように圧着していただくことができるという製品になってます。これじゃないとはい落ちたりしますもんね。締めすぎても怖いし、早紙で止めてたりするんですけど、感覚できますもんね。そうです、このように片手で仮押さえができる製品になってまして、ではいヘッド部が360度回転いたします。結構盤のとことかってこう向き固定されるんで、固定されてるこれ回るのはありがたいです。圧着の完了のお知らせは一番下のところですね、黄色いラインが出てきますので、このラインが出てくれば圧着完了。ここから上上がっていくんですけれど、黄色のラインが出ていただければもう圧着完了という製品になってます。目視で確認って感じ。そうですね、目視で確認していただけるという。これダイスもしくは回すタイプですか。あ、そうですね、ダイスもこのようにですね、
回転させていただいて、14から38まで。こちら14から38まで対応しておりまして、めっちゃ感動した14、22、38、そうです種類いけるってことですもんね。はい、60はまたちょっと別でございますので、頭も変えなくていいんですよ。そうですね、頭はこれで、はい、このように軸がついてるタイプ、このように刺して脱着していただけると。頭の場合は60も対応してる。 60も対応してます。60を押すときはコマだけ交換してってことですね。こちら60のタイプです。はい、こちら150のタイプ、60に比べたら大きいんですけれど、特徴といたしましては、これで圧着モードにしてもらった後、一番最初ですね、台数早送りが可能になってます。何回も何回もこうしていただいてゆっくり上がるのがそれだけで時間かかりましてね、はい、効率も落ちますので、こうしていただいたら大幅に台数が最初上がるようになってます。これ台数の早送り機能になっております。ヘッドは回転式、ここを回転していただいたらヘッドが回転するようになってます。あ、そうです、すみません。浮かして、浮かして回転するっていう形になってます。でダイスの方はセットで入ってる、80から150は1つでいけるそうですね。はい、38から70まで、14、22の1、2、3、4つ150までいける方がついてるっていうことですね。はい、こちら2製品とも今年からの新製品、はい、新製品になっております。これでも2つ欲しくなりますね。ありがとうございます。手動圧圧着工具で MOA の60、こちらが MOA の150になってます。60と150で超えていただけたらぜひともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。戻すときはパンチャーみたいな感じですね。そうですね、イメージは使い方として。このカリロサイどういう握りで使うんですか？そのように使っていただく。ここに押さえといて噛んだら、はい、噛んだら両手でしていただくっていう形になります。でも全然使えそうですね。そうですね、特に実の必要な現場ってなってきたら電動の専用工具かこれかの選択肢になってきますので、これ一つと、箱ではあると思うんですけど、コンパクトに済みそうですね。あ、そうです。結構ね、治療のやつ持っていこうと思ったらでっかい金になるんで、はい、これだとバッカンに60までいけるんで、はい、これだけでいきますので。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。マーベルさんの新商品を紹介していただきました。深谷さんありがとうございました。ありがとうございました。何か一言あれば。ぜひマーベル商品をこれからも頑張って開発させていただきますので、面白いものがありましたら何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次、ミルサーチミニでおなじみのジャンボさん来てます。新しいのがあるということで。これはテーブル周り。はい。あ、ありますね、CVT とかね。これ大きな電線を回すケーブルリールなんですけど、まあ大型のものにどうしてもなってしまうので、立てて収納できて、寝かしで使えるものっていうことで。なるほど。僕らこれいつもドラムの回るあるじゃないですか、ドーナツみたいなやつ、あれにコンパネ乗せて、でこの玉を乗せて回してて、途中でそのコンパネが落ちてまた戻してっていうのをずっとやってたんで。そういうので開発したものです。これですね。ここに実際にはこうかけてですね、内側のこの内に逃げないようにする。するんですけど、でもう一回こうケーブルここから通してこう、引っ張っていくんですけど、最終的に一定の距離になってから、電線を切らずに取り出しができるんで。長い違いにしてあるから、振りブラシで外せるんですね。で、ここのピンはここに収納できるわけですね。片付けるときは外して止めてもらって、でこれも立てて。3年すごいコンパクトで、これはいいわ。軽くで。全然めっちゃ軽い。片手でいける。逆に今までなんでこれがなかったんやろと思うぐらいどれも回るって重いですもんね、基本。重たいね。ドラムに入ってないやつは使われへんから、みんなこの時使うんやけど、ああいうやつですね。大きな電線乗せるにはちょっとあります。今日はあちらスチール、電線化プレートに使われると思うんですけど、こういう黒のそうですね。普通黒ですもんね。それが同じずつ太さで、だんだんこう距離いくとどうしてもこう重たくなるんですけど、そうですね。あったんで、この後ですね、だんだん太くなっていくっていう電線がスチールで出たんですけど、太さが違うわ、ほら。なるほど。こっちから行けばどんどんケツに行くにつれて太くなっていく。これが難点というか、このジョイントの部分がどうしても引っかかったりということですね。っていうのがあって、これどうにかならないかなっていうので、この白いタイプは先端からちょっとずつ太くなっていくっていう。継ぎ目なしでじわじわ太くなっていってるんですか。
白い。これでしまえるのはすごい。この色すごい。あ、細くなってきた、細くなってきた。ほんまや、全然違う。全然違う、全然違う。すごい。これを継ぎ目なしで作ったってこと。そうですね。で、リングス入ってくるんですね、これ。そうですね。あ、2メーターここで。はい。こういうふうに長さ書いてありますんで、どれぐらい出てるか。目安がありますね。実際僕ばかりですからね。軽いんで。今これのデモのとこでこの R が6箇所あるらしいんですよ。なるほど。6箇所あると結構重くなってくるんですけど。帰ってきた、帰ってきた。帰ってきた。ここで違うな。めちゃくちゃ軽いです。ここで太さこんだけ違うし、押しも腰があるから素直に押していけるんですけど、このリールがいい、すごく。今までスチールってやっぱこういうの入ってるから、ある程度こう出して入れて出して入れてだったんで、この両手でずっと押し続けるのができないんですよ。押し続けるリズムが途切れた時に大体こう詰まるんですよね。そうこれずっと押し続けれるんで、でまたなおかつこいつが腰があってくれるからストレスなく今ここまで来て、ちょっと感激した今これ。これすごいですね。ちょっとやってみる？これでしまえるんがすごい。そう、もう押し込むだけはもうね、勝手にドラム回ってくれるから。回さなあかんやつとかあるけど。そう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 。もう帰ってきたもんこれ。早っ。やってみます。いっちゃって。なるほどね。入れてる時に R が増えたからって言って硬くなるっていうのがすごい少ないです。継ぎ目がないから押し込んでても違和感ないよね。手に違和感がないから。これは面白いわ。白っていうのもいいですね。わかりやすい。ちょっといろんな色出して続けてきて、そろそろ色がなくなってきたっていうのもあるんです。でもやっぱ天井内で見るってなったら白ってすごい見やすいんですよ。光に反射するんで。そうですね。黒とかって結構探しづらいんですよ。青とか。ですね。天井裏とか暗いとこを想定すると先端10センチ蓄光とかもしてほしいかなと思いますけどね。これは面白いわ。ありがとうございます。あれ気になって。あれですよね。あれ縛らなくてもできるやつですよねこれ。はい。ここ折り返しで止めるだけなんですけど、いろんなサイズいけますもんねこれ。サイズはこれが届く範囲なので、大きい脇のやつありますもんね。どうしよう。用なしやん。中央なくなってまう谷川さん。用なしやん。首ですか私。せっかくあそこまで頑張ったのに。でも多分あそこからでこういうものが出来上がってくるわけやから、ちょっとでも役に立ったんやったら。パイオニアっすね。でもこれいいですね。色3色あるんですね。例えばこのアーセンとかでも太さが違うのがあったりとかするから、その太さの違いをこの色で分かるようにできるから、なるほど。そういう意味ではいいかもしれない。黄色のやつ巻いてる IV 持ってきてって言ったら、それ持ってきたら OK みたいな。あ、確かに色でねケーブル分けといたら分かりやすいですもんね。誰に伝えるにしても。そうそうそう。どうしてもこう皮むくとその太さの表記ってパッケージに書いてある。それがなくなるから、自分らでこの色は何本の太さのやつ決めておけば、その色ですぐ分かるから、確かにいいかもしれない。ありがとうございます。続いてははい、こっち僕ちょっとインスタでこの透明なやつをちょっと最近色で見込んで色変えちゃってますけど、こっちはあれ蓄光タイプですね。であと今までの色で4色ですかね。で今回この2色が最近出たんですよね。蛍光タイプとクリアタイプ。これ蓄光って光るんね、暗いところで。あ、蓄光。そうそう。でこのクリアなやつは鍋で煮込むと色が変わる。おー。この間はオレンジにと青色に煮込みました。でこれソフトなんで中柔らかいのと、あとこうマグネットなんで。でワンタッチで閉まるのとこう開けやすいんですよ。はいはいはい。中にビスとか入れてると、こう縦にするとここのマグネットのところにちょうどビスがついてくれて一本ずつ出しやすい。あ使い勝手がいい。で裏がクリップなん
まあこういう感じのオレンジ味のがあれば僕すぐ買うんでよろしくお願いします。はい、そういう感じで今回ジェフコブさんの紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。